はい、皆さんこんにちは。年一トラベラーアイアンウッドでございます。2025年10月24日夜7時高松空港におります。今からね、マレーシアはマラッカ旅行に行くんですけども、この旅行、私の妻と妻の親戚で行こうっていうのに便乗させていただくんですけども、チケットね、飛行機はバラバラです。妻は明日、関西空港からエアアジアでクアラルンプールに行きます。私は ANA 特典航空券を利用して、東南アジア2往復のチケットを予約しているんですよ。こちらの紹介をいたします。ANA のホームページのマイページなんですけども、予定詳細ってあります。8月9日ですね。もうこれすでに終わってるんですけど、高松出発して、羽田経由、深セン経由、台北経由、大阪関西空港に8月11日に帰ってきてます。それから10月24日23時30分ね、東京羽田空港からクアラルンプールに行くんですけども、これが今から始まる予定になります。大阪関西までが1往復目、東京羽田からが2往復目になります。この間2ヶ月半私日本にいたんです。これを1冊のチケットで取ってるんですけども、 ANA 特典航空券提携航空会社特典航空券のルールの中に、途中後期ストップオーバーを行きか帰りどっちかでね、1箇所だけ取ることが可能です。その権利をこの間で取りました。で、私2ヶ月半香川県高松にいたんですよね。大阪にいたわけでも東京にいたわけでもありません。で、この間を別の交通手段で移動ってなってます。これをね、オープン上って言います。大阪関西に着きます。次の便は東京羽田から出ます。別の地域から出発するんですよね。8月の時は関西空港から高速バスで高松に帰ってきてました。で、今から羽田行かねえかんですね。ANA の最終便で行けば間に合います。ですから ANA 便乗るんですけども、このチケットでは乗ることができません。別の航空会社、ユナイテッド航空で私ね、予約してるんです。こちらがユナイテッド航空のホームページになります。ここのご予約の確認に1個ね、赤い1って書いてるんです。ここをクリックします。するとね、東京ジャパンへの旅行と、2025年10月24日、NH540、運航航空会社 NH ってなってるんですよ。予約発券はユナイテッド航空なんですけど、乗る便のね、飛行機は ANA になります。で、ここの旅程の管理いきます。でね、今ね、いいチケットね、ないんですよ。これしかないんです。ですからこれを印刷して、ANA に見せたらいいんですけども、予約番号がね、2つあるんです。ここにある番号がユナイテッド航空の予約番号。もう1個ここにあって、これがオール日本エアウェイズ ANA の予約番号になります。ここの下にありますけど、ユナイテッドの提携会社にお座席の手配やご予約のお問い合わせをする場合は、その会社のご予約番号をお使いください。で、航空券のステータスとして、これ去年ですね、2024年の11月24日のすごいね、3時1分。これ日本時間じゃないです。アメリカ中部時間です。に発券をしております。ですからこれね、ANA 便乗るんですけど、アメリカで発券したチケットで乗るんです。面白いね。ユナイテッドで座席指定もできるんですけども、ANA の方でもできますので、ANA のね、サイトに行ってみます。ANA のホームページで、海外で予約一覧を見るってある。これはね、クリックしちゃうと ANA で予約をした便しか見れません。他社で予約したのは見ることができませんので、他社で予約したものを見る場合は、ここに先ほどユナイテッドで出た ANA の予約番号がありましたね。これを打つんです。それと名前ですね。これを打って検索します。これでね、ANA のマイページです。発券済みってなってます。で、予定詳細があります。高松19時40分発、羽田21時着。で、ANA の、エコノミー、普通席ですけども、座席が番号があって予約状況は確定となっております。で、高松空港でチェックインするんですけども、この高松羽田の情報だけね、思ってチェックインをしたら、もちろん普通にできるんですけども、せっかくなんでね、次の便も ANA でしょ。この高松から羽田も ANA、
羽田からクアラルンプールも ANA ですから、スルーチェックインしたいじゃないですか。荷物もね、羽田で受け取ってもう一回預け直すと大変でしょ。そんなことしたくないじゃないですか。その場合は、ANA の、ね、チェックインのカウンターに行って、次の国際線の情報をお話をすれば、ANA のカウンターの方で紐付けしてくれて、で、スルーチェックインもスルーパッケージもできます。ですから今私ね、搭乗券2枚持ってます。で、これすごく大事なことで、一つはね、今の東京での手続きが簡単になるっていうことがあるんですけど、もっと大事なことがあって、紐付けをしたことで、万が一今から乗る羽田行きの便にトラブルがあって、予定通り着かなかった場合、次のね、便の振り替えとか、あるいはね、少々、例えば10分、15分で待ってくれるんですけど、そういった対応をしてくれるんですよ。で、これがね、今回は ANA ですけども、ANA はスターアライアンスって航空連合入ってます。ですから、スターアライアンス便に乗る場合もね、一緒なんです。前回僕、ゴールデンウィークの時に、シンガポール航空でね、羽田からシンガポールに来ました。ANA で高松から羽田に行く。シンガポール航空で羽田からシンガポールに行く。これは同じアライアンスですから、高松空港でチェックインも荷物の預けもね、できるんですよ。それをやっておくことで、シンガポール航空のスタッフにね、僕が高松からね、向かってるんだっていう情報が入ってます。万が一その高松の便にトラブルがあった場合に、情報はシンガポール航空に共有されるんですよ。これがトラブった時にね、すっごく大事なことになります。ですから必ずね、スルーでチェックイン、スルーで荷物預けできる場合はね、もうできる限りね、やっておいた方が安心です。搭乗30分前なんですけども、夜のね雰囲気もやっぱいいですね。5月にも展望デッキ撮りましたけど、あの時朝でしたので、ちょっと外へ出てみます。今私が乗る便しか止まってないようですね。ゴールデンウィークの時はね大きな飛行機でしたけども、さすがに今回小さいですね。ただ、金曜日週末の最終便なんで満席らしいです。ではここから東南アジア2往復目スタートいたします。次回からが旅の本番になります。チャンネル登録していただきまして、この先の旅行記楽しみにお待ちください。